どうも、ベルです。今回はグランドマフィアの、気まぐれコラムということで、投資についていろいろとお伝えしていこうかなと思います。このゲームの投資って、そもそもめちゃめちゃ大変じゃないですか。ランカーの方とかはね、終わってる方多いと思うんですけど、ゲーム始めた時から、今この動画ご覧いただいている現在までね、常にグラマフィでやってることの一つなのかなと思います。そんな投資なんですけども、ゲーム始めた初期だと、T4 解放がまず目的になってきて、割とね、明確な目標なので、分かりやすかったりするかなと思うんですけども、ただ、そこまででも、効率的にやれないのかなっていうところだったり、本当に T4 一直線でいいのっていうところだったり、いろいろね、あるのかなと思います。で、T4 解放した後に、じゃあその次何しようっていうところだったり、そこまで結構いろいろあると思いますので、この投資を、効率的にやる方法だったり、投資の優先順位について、いろいろと今回お伝えしていこうかなと思います。このゲームの投資って、非常に強さに直結するもので、効率的にやっていったり、ちゃんとね、効果が大きい投資を、しっかりと優先してやっていくことで、効率的に、強くなることができますし、そもそもやるとマイナスになる、やらない方がいい投資もあるんですよ。なのでそのあたりをね、いろいろとお話ししていけたらなと思います。ただね、この動画、1本にまとめちゃうと、ちょっとあまりにもちょっと動画長くなってしまうので、ちょっと3本くらいにちょっと分けようかなと思ってます。まず、今回の動画では、投資を効率的にやるために必要不可欠な、投資バフの話だったり、あの、そのバフって、どうやって計算されているのっていうところだったり、あとはおすすめのやるタイミングですね。投資を進めていくおすすめのタイミングだったり、あとはT4 解放までやっておきたい投資と、あとは T4 解放の話をいろいろとしていこうかなと思います。で、次回の動画では、T4 解放後の、投資の優先順位だったり、最後にパスワード優先順位をお送りして、3本目では、パスワードコインを使用する、周長戦投資と、高級装備と、ファミリークリスタル。この3つのね、投資についていろいろとお伝えしていこうかなと思ってますので、もうね、TO の投資終わってるし、投資バフの計算とかも全部知ってるしという方はね、今回の動画はあれなんですけども、あの、パスワードコインのね、投資以外、全部乾燥しているという方だったりね、方については、この動画出した翌日に、T4 先ほどの、あれですね、T4 解放後の、投資の優先順位についての動画、出しまして、その翌日ですね、今この動画を出した、翌々日に、パスワードコインを使用する投資についての動画、アップロードしますので、気になる方はそちらもご覧いただけると嬉しいなと思います。はい。ではね、前置き長くなっていっちゃったんですけども、まず、この投資、進めていくので、最も必要なものって何でしょうか？答え、一つしかなくて、加速アイテムなんですよね。ダイヤ足りないとかね、あると思うんですけど、基本的には、加速が足りなくなります。じゃあ、その加速ってどうやって節約していくかってとこなんですけど、もうとにかく投資ブースト上げましょう。そして、必ずちゃんとヘルプをもらってから加速を使っていきましょう。この2点がもう本当にめちゃめちゃ大事です。ヘルプについては、ちゃんとね、焦らず、毎回30回押していただいて、投資ブーストの方を使っていただくのがいいんじゃないかなと思うんですけども、今回お伝えしたいのは、この投資スピードですね。これが投資ブーストです。すいません。ここについてね、ちょっといろいろお伝えしたいなと思ってまして、この投資ブーストって、思ったよりいろんなところで上がるんですよ。まずは、リーダースキルですね。ここで最大投資スピードが、ここでまず最初40%と、二つ目のところで65%上がるので、最大で、合計で105%上がります。で、あとは、集長スキルでも、10%上がりまして、ここですね。で、あとは、こちらの装備で、このインベスターセットつけてると、ちょっとすみません、一回あれですね。アーキテクトに変えてから、
これですね、インビスターにすると、大幅にね、速度が上がります。一応これ、武器だけ、ゴッドファーザーなんですけど、で、装備の、投資全部終わってるんで、基礎バフプラス、10% ついてる状態なんですけど、まあ、合計でも221%上がるというところで。で、あとは、この装備に、こちらの、投資シェル、ちゃんとつけていきましょう。まあ、ここって一つ一つね、そんな、上がるのって1%とか2%とかなので、まあ、そんなに大きくはないんですけども、でもこれ7箇所8箇所つけていけばね、まあ、結構な数値になるので、忘れずに、つけていただくのがいいんじゃないかなと思います。で、この投資ジュエルなんですけども、デイリータスクやって、勢力コイン獲得してね、報酬もらっていくこの、ロード系のイベントですね。ここで課金して、レアボーナス、解放すると、獲得することができます。なんか、あとはなんか最初の方のパックで、ゲーム始めた、なんか最初の方に出てくるパッケージでなんかね、入ってたような気もするんですけど、ちょっとごめんなさい、ちゃんと覚えてなくてっていうところで。で、あとは、投資センターのレベルですね。こちらでも投資スピードを上げていくことができます。通常の、レベル1から25まで上げた時の、バフ効果でもありまして、あとはね、先日ってほどでもないですけど、まあ、ちょっと前に実装された、建設ランクですね。ここでも上げていくことができます。で、あとは、市長役職ですね。真ん中見たいんですけども、これですね。で、ここの、商工局長。こちら、任命されていると、10% 上がりまして、で、あとは、市長権限の市長スキルですね。こちらで投資ブーストを、市長が使うと10%、上昇させることができます。で、まあ、あとは、あれですね、組織産業とかでも上がりますね。経済の、ここですね。もしまだ5%なんですけど、まあ、最大で 10% 上がるというところで。で、あとは、投資バフのアイテムですね。これ使うと、まあ、その分ね、速度を上げていくことができます。で、最後に、こちらの英雄ですね。いや、まあ、言いたいことわかります、僕も。上げろよと。動画や作ってるんだったら上げろと。いや、もうめちゃめちゃわかるんですけども、ちょっと今ね、ちまちま買ってるんで、ちょっと目をつぶっていただければ嬉しいなと思います。まあ、ここの投資バフって、かなり上がる幅大きくて、まあ、ヤシャと、ピジョン以外はね、全部課金英雄にはなるんですけど、600円のコツコツ買っていきましょう。まあ、正直、戦闘では、このキュウリの中で、まあ、ハンターしか使わないんですよ。まあ、一応、まあ、栄養バトルで、まあ、旧部隊使って戦う時とか、まあ、リーダーレスなり打ちまくって、まあ、集長戦やる時とかね。まあ、そういう時は、まあ、6、7軍のヒーローをまあ使うので、まあ、採用することもあるんですけど、まあ、単種やミックスで、本気の集結打つ時はね、絶対使わないですね。まあ、ただ、この投資バフ目的で、コツコツ600円など買っていくのはね、もう絶対に元が取れるので、お勧めできるのかなと思います。ニヒリストとか、ファングとか、メリューサって、さっき言ったね、栄養と、まあ、リーダーレスラリー以外で、本当に使わないんですよ。まあ、例えばこのメリューサって、まあ、一見、まあ、チームバフなんで強そうに見えるじゃないですか。まあ、ただ、攻撃と防御なんで、もう致命的なんですよ、これ。まあ、一応今度ね、英雄についての動画作ろうかなと思ってますので、まあ、その時にいろいろ話そうかなと思ってるんですけど、まあ、少なくともこのキュウリの中で、まあ、メデューサと、まあ、ニヒリストとファング、ここってまあ、人によってはね、戦闘で使ってる人もいるかなと思うんですけど、もしね、使ってましたら、今すぐ入れ替えてください。その代わりに、無課金ヒーロー入れましょう。そっちの方が強いです。ほんと、セータスね、無課金英雄にボロ負けしてるんで。英雄装備でね、少しドーピングできるんですけど、それでも無課金英雄以下っていうね、ちょっともうほんと悲しいところではあって。まあ、なんか個人的にはね、なんか英雄装備実装された時に、まあ、英雄装備ちゃんとつければ、なんとかギリギリ無課金英雄より強くするっていう風に個人的にはね、してほしかったなって思うんですけど、残念ながらというところで。まあ、こんな言ってますけども、投資バフのために、
600円コツコツ使っていくのは、もう十二分にね、価値があるので。あと、翡翠と、レッドマンティス。ね、ここについては、トレーニングバフ上がってきますので、さらにいいですね。で、あとは、さっきのメデューサとかだと、英雄装備で、少し上がったりするのでね。ここも、あれですね。固有セールスの方なら全然ね、使っても大丈夫なので、いいのかなと思います。あとはね、ちょっと他に投資バフが上がるところがね、今のところ思いつかなかったんですけど、多分こんなとこ、このあたりかなと思います。ちょっと見落としがあったらすいませんというところで。で、次にこの投資バフについてなんですけど、これ、100% から200% になった時と、じゃあ200% から300% になった時。これ、実際に、同じ100% 上がってるじゃないですか。ただ、これ、実際にカットできる時間って全然違くて。どんどんバフが高くなるにつれ、1% の価値っていうものは小さくなってきます。まず、じゃあ何もバフがない状態で、じゃあ1000日かかる、投資があったとしましょう。この1000日をね、便宜上、基礎日数と言おうかなと思うんですけど、ゲーム内で言うと、この見込み時間ですね。ゴールドで加速するところに、ちっちゃく書いてあるやつですね。ここなんですけども、バフのない状態で投資したら、かかる時間って、1000日じゃないですか。で、これ言い換えると、1000日かかる投資を 100% の効率で行ってます。ということは、1000日割る 100%。で、100% って1なので、で、1000割る1で1000。このような必要時間の計算になります。では、投資バフが 100% かかった状態で投資をしたら考えていきたいんですけども、速度が 100% 速くなるので、バフのない状態での 100% プラス、投資バフの 100% に 200%。すなわち2ですね。実際にかかる時間の計算をすると、さっきの基礎日数の1000割る、2で500日になります。なので、最初からね、500日減った計算になります。では、200% になった時なんです。投資バフが200% になった時なんですけども、こちら速度が200% 速くなるということなので、バフのない状態の 100% プラス、投資バフの 200% 合わせて 300%。すなわち3ですね。で、先ほどと同様に、実際にかかる時間を計算すると、1000割る3で333.3日。なので、最初から、667日、減った計算になります。一応 300% ぐらいまでやっていこうかなと思うんですけど、300% の時は、先ほどと同様の計算で、1000割る4で250日。なので、750日減ったことになりますね。で、そんな感じで、最初の 100% だと、500日減ったのに、100%、200% の計算すると、167日、すいません、200% の時って、すいません、667日なので、167日しか変わんなくて。で、200% と 300% で比較すると、じゃあ200% の時で、じゃあ667日、削減できて、300% の時だと、750日なので、750-667で、83日。これだけの差しか生まれません。で、この投資バフの実際の効果の計算って、建設と訓練速度も同様に計算されるので、ちょっと知っておくとね、非常にいいのかなと思います。結構地味にね、勘違いしている人多いところだと思いますので、参考になれば嬉しいなと思います。で、今回のって、あくまで、基礎日数1000日での計算だったんですけど、もっとえぐいのたくさんあるので。で、例えば、編成の一番下にある、この相性バフですね。ここって確か、基礎日数がレベル9から10に上げるときって3249日なんですよ。ただちょっともう僕やったのこれ1年くらい前なんで、ちょっとね、記憶が違ってるかもしれないんですけど、それが3つあるわけなので。で、もちろん、レベル9から10でそれだけなんで、レベルは、0から9にするのめちゃめちゃかかるんで。で、しかも、これ3つあるんですよ。なので、こういったことを考えていくと、1% 上げるだけで、
結果的にどちらにせよね、数十日の加速の節約になりますので、本当に投資バフをね、上げていくというのはね、非常に大事なのかなと思います。で、投資をするときなんですけども、なるべく、減るイベントに合わせていきましょう。今ちょうど投資のヘルビー来ていますね。この33万のヘルはそんな美味しくないんですけど、セクシーキャットの、投資のヘルイベントだったり、建設研究でポイントが獲得できる系のヘルイベント。その中でも、3段階クリアで合計で57万ポイント、必要なやつが一番お得です。基本的にそれに合わせて投資を進めていただくのがいいんじゃないかなと思います。たまに週長のイベントでね、やる方結構いるんですけど、あれって、段階クリアだけやれば十分なので、ランキング狙っても本当に割に合わないので、それよりもヘルイベントの時に合わせてやっていただくのがね、いいのかなと思います。で、あとは、投資する際の、投資ブーストなんですけども、この課金パック、結構買ってる人多いと思うんですけど、これ本当にもったいないです。マジで買う価値ありません。課金はね、おすすめの課金パックみたいな動画、作ろうかなと思ってはいるんですけども、これ、1万2000円するじゃないですか。ただこれ、中身3000円くらいなんですよ。装備の動画でも言ったんですけども、周長戦で来る英雄ルーレット、あれ回しましょう。もうあれ本当にお得なので。あとは、強いて言うなら、海底探査イベのね、そんなに月1ぐらいだと思うんですけど、そこもね、課金効率厳密に計算すると、めちゃめちゃお得ではないんですけど、加速がどうしても必要な場合だとね、そんな悪くないので。あとは、VIP スターですね。これめちゃめちゃお得で、必要なブーストね、買っていただくのがいいんじゃないかなと思います。あと他のイベントも結構ね、さっきのやつよりは全然お得なのいっぱいあるので。あとそれでも足りなければ、バフ上げの課金して、ゴールド集めて、そのゴールドで投資進めていただくのがね、いいんじゃないかなと思います。投資項目のね、話入る前に、どんだけ尺食ってるんだっていうところで、そろそろやばいので、投資の基礎についてはね、このくらいで締めておいて、T4 解放に向けた話、していこうかなと思います。まず T4 解放するには、投資センターをレベル25にする必要があります。で、この投資センターをレベル25にするには、こちらの、監禁所、シークレットハウス、組織ホール。もちろんね、全建設25にしなきゃいけないんですけども、この3つがね、25にしなきゃいけないっていうところで、これ上げるの結構大変ですよね。私もね、昔、苦労した覚えがあります。これ一つゴールドで買っていくのだと、20万ゴールド大体かかって、3つなのでね、合わせて60万ゴールドというところで、かなりね、大変なのかなと思います。ちなみにシークレットハウスとか上げるのに必要な建設素材を、課金で入手できる、建設ランクアップパックってあると思うんですけど、あれ本当にもったいないので、絶対買わなくて OK です。ちなみに言うと、さっきの投資のパックよりも、課金効率としては悪いです。で、なんとかね、レベル25にした後に、この経済の項目をマックスにして、単位の項目、ここも、最後の T4 の部分以外全部レベルマックスにすると、T4 の投資できるようになるんですけども、例えば単位のこれ、4平価分かける、攻撃防御 HP 上げると、合計で12項目あるんですけど、これ1個上げるの、だいたい100万ぐらいかかるので、100万戦力分ぐらいね、上がる投資なので、で、これ12個あるんで、なおかつ、最後に、だいたい400万ちょいですね。その投資が3つあるので、で、単位の投資やるときって、結構序盤だと思いますので、投資バフもなかなか上がりきってなくて、だいたい3万か4万戦力上げるのに、1日分の加速必要だった記憶があるので、だいたい経済と、単位合わせてね、投資ブーストって、1000日から1500日くらい、必要なのかなと思います。もちろん投資バフでね、大きく変動する部分ではあるので、あくまで参考程度に、っていうところですね。あとは結構ダイヤ使うので、なるべくダイヤはね、貯めといた方がいいのかなと思います。で、この T4 解放なんですけども、
並行して進めていただきたい項目があります。それは、該当覇者と、ビーナスと、該当カジノ。この3項目です。まず該当覇者なんですけども、該当覇者ってめちゃめちゃ美味しくて、このゲームで、とんでもなくしんどい英雄装備。多分今、多分世界でも観察してる人って多分数人いるかいないかぐらいのやつで、結構実装から時間経ってるんですけど、あまりに大変すぎて、もう本当に、もう世界の、もうトップの中のトップの人がなんとか今集めきれてるみたいなやつなんですけど、それら入手するにも、該当覇者と叩かないと入手できないので、なるべくね、早く上げていきたいんですよね。あと、このエネルギー消費ダウンとか、これも上がるので、そうすればね、たくさんの該当覇者叩けて、あとはですね、エネルギー回復速度とかですね。これあることで、たくさん該当覇者叩けて、攻撃報酬とかね、結構美味しいので、非常にいいのかなと思います。個人的には、T4 開放前に、最低でもこの該当覇者の4。で、ぶっちゃけレベルT4 よりも、該当覇者レベル5を開放するのもね、全然 OK だと思ってます。もうそれくらいこれは本当大事な投資です。で、次なんですけど、ヴィーナスですね。こちらは、上の4項目、タレント生産量、タレントポイント生産量1と、バラのチップと、タレントポイント容量と、クリティカル育成。この4項目はもう10にしちゃいましょう。これ本当にでかいので。で、その後に、デート回数1。これも本当に、めちゃめちゃでかいので、優先してあげていくのがいいんじゃないかなと思います。できれば、デート回数2まで上げたいところではあるんですけど、さすがに大変すぎるので、大変すぎるってことでもないんですけど、でもこれやるんだ、いや、上げてもいいんですけど、上げてもいいんですけど、T4 優先でもね、個人的にはいいかなと思います。で、あとは最後に該当カジノなんですけども、こちらは該当カジノ回復。もうこれ最優先であげましょう。もう何が何でもマックスにしましょう。この実行ポイントが、ポイントの回復速度上がるのってめちゃめちゃでかくて、この実行ポイントを使って、該当カジノ買っていったりすれば、その分加速とかね、ゴールドいっぱいもらえるので。で、あとは該当カジノの速度進軍速度上げていく、該当カジノ急行だったり、この、なるべく高いレベルの該当カジノを狩るために必要なバフ系ですね。これらも、レベル6、7くらいまで上げて OK です。回復はもう絶対10にしましょう。で、ただ、ここら辺全部、バフ系は10にはしなくて OK ですね。特に下の方とか、めちゃめちゃ、弱体はそれにそんなですけどね。でも、10まですると、なんやかんや加速食っちゃうんで、7くらいで止めておくのが、個人的にいいのかなと思います。で、ただ、その他の、防御とか、上級単位とかね、視聴戦単位とかは、一切やらなくて OK です。進捗ゼロで全く問題ないです。むしろ効率的にプレイするんだったら、ゼロが正しいです。T4 に関係する、経済と単位、それと効果が大きい、該当覇者と、ヴィーナスと、該当カジノ、この5つを優先してあげていきましょう。はい、ということで今回は、投資の基礎と、T4 開放前の、投資の進め方についていろいろとお伝えしてきたんですけども、次回はね、T4 開放後の、投資の進め方についていろいろとお伝えできたらなと思ってますので、そちらのね、明日動画上がると思いますので、ご覧いただけると嬉しいなと思います。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。